皆さんはコンピューター同士のデータのやり取りが全て光で行われる未来を想像したことがありますか？しかもそれが現在の10倍の速度で消費電力も格段に下がるとしたらどうでしょう？次世代 AI や高速通信の世界で今注目を集める画期的デバイスがあります。その名もスピンフォトディテクタ。実はこれわずか20ピコ秒という超高速で光を電気信号に変換できる新しい光センサーなのです。従来技術では捉えきれなかった領域の超高速光信号もこのデバイスなら検知できるといいます。では一体このスピンフォトディテクタとは何者なのでしょうか？なぜ今この技術が必要とされ、どんなメリットをもたらすのか。この動画では開発の背景から仕組み、従来技術との違い、さらには関連する日本企業まで分かりやすく解説します。最後まで見ることで AI や VR、さらには宇宙開発まで未来のテクノロジーを支える驚きのセンサー技術について理解が深まること間違いなしです。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは新時代を切り開く光変換素子の世界へ一緒に踏み込んでみましょう。現代社会ではデータ通信量が爆発的に増大し続けています。特に AI や動画ストリーミングの普及により世界のデータ生成量は2018年の約33ゼタバイトから2025年には175ゼタバイトへと膨れ上がりました。同時にデータセンターの年間電力消費も2018年の約190テラワットアワーから2030年には約13倍以上の2600テラワットアワー規模に増大すると見込まれています。これは現在でも地球規模で莫大な電力を食うデータセンターが今後さらに電力消費を押し上げることを意味します。さらに生成 AI の進化には膨大なデータ処理が必要で、この傾向に拍車をかけています。こうした中で課題となっているのはコンピューター内部やコンピューター間のデータのやり取りです。現在 CPU や GPU 同士、メモリとの間の通信は主に同配線で電気信号によって行われています。しかし電気配線は距離が伸びると信号が劣化し、速度向上にも限界があります。特に生成 AI では多数の GPU を並列動作させますが、それらをつなぐ電気配線がボトルネックとなりつつあり、電気では限界が来ているとも言われています。配線が長くなるほど電装遅延や電力ロスが増え、熱も大量に発生してしまうのです。現に膨大な高速演算が行われるデータセンターでは配線による発熱や消費電力が大きな課題となっています。この問題を解決する鍵として期待されているのが光通信へのシフトです。光信号であれば遠くまで高速に伝送しても信号劣化が少なく、高周波でも消費電力が増えにくいという利点があります。長距離の通信では光ファイバーが当たり前となっていますが、次のステップはチップ内、チップ間など短距離にも光を導入することです。すでに電子回路と光回路を一体化する光電融合技術が世界的なメガトレンドとして議論され始めています。 NTT が提唱するアイオン構想でも2030年までに通信容量125倍、消費電力100分の1、遅延200分の1という劇的な性能向上を目標に掲げ、光技術の導入を進めています。ただし光を使うといっても課題はあります。コンピューター内部で光信号を処理するには光を発信・受信するデバイスをチップ上に組み込む必要があります。これには光を発信する半導体レーザーや光を受信するフォトダイオードといったデバイスが使われますが、従来のものには素材や構造上の制約がありました。例えばフォトダイオードは
特定の波長の光を捉えるために単結晶基板という半導体材料が必要で、その材料の上に直接形成しなければなりません。シリコンは赤外光を検知できますが、可視光は苦手です。一方で化合物半導体を使えば別の波長に対応できるものの、一つのデバイスで複数の波長をカバーするのは難しく、素材ごとに製造プロセスも異なります。このように波長ごとに材料を使い分けねばならない点も課題でした。また光検出速度の面でも限界がありました。半導体で光を検出する場合、光のエネルギーによって電気を運ぶマイナスの電子と、その電子が抜けた穴であるプラスの正孔のペアが生まれることで電流が流れます。しかしこのプロセスには物理的な制約が伴うのです。光の信号が速すぎると、この電子と正孔の動きが追いつかなくなり、高速な応答が難しくなるという性質がありました。そのため従来のフォトダイオードが検出できる速度には限界があり、ピコ秒レベルの超高速な光パルスを正確な電気信号へ変えるのが困難だったのです。こうした背景の中、登場したのが PDK によるスピンフォトディテクタです。 PDK が着目したのは、光とスピンを融合させれば新しい技術が生まれるのではないかという発想でした。同社が手掛けるハードディスク磁気ヘッドで培った技術を光検出に応用し、半導体に頼らない光電変換を実現しようと考えたのです。とはいえ新原理のデバイスを生み出すには物理的な裏付けと実験が不可欠です。そこで TDK は光スピントロニクス研究の第一人者である日本大学理工学部の塚本彩教授に協力を仰ぎました。塚本教授はフェムとビョレーザーを用いた超高速光磁気伝承の研究を進めており、2007年には後にスピンフォトディテクタの原理となる現象の論文も発表されていた方です。まさに企業のアイデアと大学の基礎研究力の融合で、ゼロから新原理の共同研究がスタートしました。最初はもっと遅い応答でもいいから何か光に反応する信号を取ろうという手探りの状態から始まり、開発開始から約1年後に初めて明確な応答を確認できた時は、開発チーム一同が本当に感動したそうです。このようにして生まれたスピンフォトディテクタは、世界で初めて磁性体を用いて光を検出するという前例のないコンセプトを実証するに至りました。開発の裏には、もっと速い光検出法はないのかという根源的な問いに対し、異分野の技術者と研究者が知恵と技術を持ち寄って挑んだドラマがあります。ではこのスピンフォトディテクター、一体どのような仕組みで従来技術の壁を突破しているのでしょうか。まずスピンフォトディテクタとは、その名の通り磁気の力を利用した光検出器です。一般的なフォトダイオードが半導体内部で光による電荷の移動を検出するのに対し、スピンフォトディテクタは磁性材料内部のスピン状態が光によって変化する現象を利用しています。スピンフォトディテクタは磁気センサーに光を当てると、その磁性状態が変化して電気信号が生じるように作られています。光で磁性が変わるとはどういう現象でしょうか。一言で言うと、電子加熱交換による超高速応答です。超短パルスのレーザー光を磁性材料に当てると、材料中の電子だけが一瞬で高温状態になります。電子が受け取るエネルギーは急激に上昇しますが、わずか数十フェムト秒から数百フェムト秒の時間であるため、物体そのものの温度はまだ上がりません。要するに電子だけが先に熱せられて飛び跳ねるような状態になります。この電子温度の上昇が磁性体内部の磁化状態に影響を与え、瞬間的に磁化の向きや大きさが変化します。光が当たると磁性層の電子スピン配列に乱れが生じ、トンネル電流と呼ばれる絶縁バリアを介して流れる電流の量が変化します。これにより光が当たったという情報が電圧変化として現れるのです。この現象は非常に高速で起こり、これがスピンフォトディテクタの基本原理です。
実験では20ピコ秒程度で明確な応答が得られましたが、理論上はデバイス自体が数百フェムト秒で反応している可能性もあると研究者は述べています。これは驚異的なスピードであり、従来センサーでは決して測定できなかった超高速現象がスピンフォトディテクタによって初めて見えるようになったのです。従来の半導体フォトダイオードでは光が当たると電子や星光と呼ばれるプラスの電気を運ぶ粒が動き出しますが、この動きにはどうしても時間がかかります。また部品自体の構造によって RC 遅延と呼ばれる信号の遅れも発生するのです。このように仕組みと全く異なる技術であるため、超高速で光を検出することが可能になりました。一方で感度の面ではまだ研究段階であり、課題も残ります。半導体フォトダイオードは入射した光エネルギーをダイレクトに電流に変換でき、高い光電変換効率を持つ場合があります。対してスピンフォトディテクタは間接的に磁気抵抗の変化として検出するため、一度の光パルスで得られる電気信号は微弱です。しかしこれは裏を返せばそれだけ精細な現象を検知できているとも言えます。現在はパルスレーザーによる実証実験段階ですが、将来的には光の強度や構造の工夫で検出効率を上げたり、電子回路側で増幅技術を高めたりすることで実用レベルの感度を達成できる可能性があります。ここまででスピンフォトディテクタの仕組みや原理についてご紹介しましたが、主な特徴について整理してみましょう。まずはエネルギー効率や動作温度といった観点から特徴を見ていきます。スピンフォトディテクタは素材として半導体を使っていないため、高温動作に強いという利点があります。半導体は温度が上がるとリーク電流が増えたり動作が不安定になりますが、磁気素子は比較的温度変化に関係です。さらに動作原理上は磁気抵抗の変化を読むだけなので、素子自体に大きな電流を流す必要がなく、低消費電力で動作可能と期待されます。光そのものも電気信号と比べて長距離でも損失が少ないため、システム全体では大幅な省電力化につながるでしょう。現に冒頭で触れたようなデータセンターの消費電力問題に対しても、光通信への置き換えが電力削減の切り札になると期待されています。スピンフォトディテクタはそうした光通信システムを支える受光素子として低消費電力化に貢献できる可能性があります。次に波長特性について見てみましょう。従来の光センサーは材料のバンドギャップに起因して感度を持つ波長領域が限定されてしまいます。これに対しスピンフォトディテクタは原理的に可視光から近赤外まで広い波長で動作可能であることが確認されています。半導体のようにバンドギャップに縛られず、磁性体への光吸収で電子スピンが影響を受ければ良いため、一つの素子で複数の波長帯に対応できる可能性があるのです。これは大きな強みで、例えば将来的に通信の波長だけでなく可視光を使うセンシングやディスプレイ用途まで同じタイプのセンサーでカバーできるかもしれません。もっとも波長ごとに磁性材料の光吸収効率が違うため、性能を最適化するには材料設計の工夫も必要になるでしょう。しかし少なくとも使う光によってセンサーごと作り変えなければならないという従来の制約が減る点はシステム設計上大きなメリットです。また宇宙環境での耐性も見逃せないポイントです。半導体素子は一般に宇宙線と呼ばれる高エネルギー放射線に弱いという課題があります。宇宙線が当たると動作不良の原因となるため、宇宙用電子機器では厚いシールドで保護したりエラー訂正を入れたりと対策が欠かせません。一方で磁気デバイスは構造上宇宙線の影響を受けにくいことが知られています。 TDK も磁気デバイスは原理上宇宙線に強いと研究しており、スピンフォトディテクタは宇宙空間での高速光通信や光センサーとしても有望視されています。例えば
人工衛星間のレーザー通信や宇宙探査機の光学センサーに用いれば、宇宙船によるダメージを抑えつつ高速な応答を得られる可能性があります。従来の半導体光検出機では困難だった領域への応用も期待できるのです。総合してみると、スピンフォトディテクタは高速、高帯域、集積容易、高耐久といった魅力的な特徴を併せ持つ新技術と言えます。ここでこれまでの内容をおさらいしましょう。 TDK のスピンフォトディテクタは次のような特徴を持つ新しいセンサーです。とても速く幅広い種類の光を捉えることができる。特別な半導体を使わずいろいろな材料の上に作れる。電気をあまり使わず宇宙のような厳しい環境でも壊れにくい。目に見える光から赤外線までさまざまな光に反応できる。作り方がシンプルで大きな工場がなくても作りやすい。もちろん研究開発は始まったばかりで、出力信号の増強や大面積化などの改良すべき点はあります。しかし原理実証された意義は極めて大きく、光と磁気と電子の融合による新領域を切り開いたと言えるでしょう。日本の関連企業。最後にスピンフォトディテクタの開発・応用に関連している日本企業を2社ご紹介します。 TDK 株式会社、証券コード6762。 TDK 株式会社は1935年創立の電子部品メーカーで、もともとはフェライトコアの商用化からスタートしました。オーディオカセットテープやビデオテープなどで一般にも知られていましたが、近年は積層セラミックコンデンサー、インダクター、センサー類、二次電池など幅広い電子部品を手掛けるグローバル企業となっています。磁気ヘッド分野では世界トップシェアを誇り、ハードディスクの高性能化を陰で支えてきた存在でもあります。同社は本技術の開発元であり、スピンフォトディテクタを世界で初めて実証した企業です。同社はこのスピンフォトディテクタを光電融合分野へのキーデバイスと位置づけました。プレスリリースでは、さらなる AI 進化によるデータ処理高速化や消費電力削減といった社会課題の解決が期待される光電融合技術において重要なデバイスとして応用可能と述べており、社内での期待の大きさが伺えます。また同社の強みとして光送信技術を自社で持っている点があります。装置の両方を手掛けることで一体型モジュールなど新たな価値を提供できるとアピールしています。これは他の電子部品メーカーにはないユニークさで、磁気と光のハイブリッド技術を引き続きリードしていくでしょう。今後同社はスピンフォトディテクタの性能向上と製品化に向けた開発を加速すると見られます。高速光センサーとしての完成度を高め、データセンター向けなど具体的な応用提案を進めていくことでしょう。世界初の技術を社会実装に結びつけられるか、まさに正念場ですが、長年培った素材力と量産力を持つ TDK だけにその実現に期待がかかります。 NTT 株式会社、証券コード9432。 NTT は日本最大の通信事業者であり、近年は次世代ネットワーク構想 IOWN を提唱するなど通信インフラの将来像を描いて世界をリードしようとしています。IOWN とはネットワークからデータ処理基盤まで光技術をフル活用しようという壮大な計画です。同社はこの中で2030年までに現在位で消費電力100分の1、連想容量125倍、遅延200分の1という飛躍的性能向上を目標に掲げています。同社はスピンフォトディテクタの開発主体ではありませんが、光電融合技術の推進役として極めて重要な存在です。その鍵となるのはオールフォトニクスネットワーク、すなわち電気信号の区間を極力減らし、端から端まで光信号でつなぐという発想です。現状でも長距離は光ファイバーですが、IOWNでは
サーバーボード内やチップ間の接続まで光化しようとしています。同社の研究所では実際にオード間、パッケージ間を光でつなぐフォトニクス決戦に取り組んでおり、2025年頃までにアイオンの中間目標を達成すべく動いています。こうしたビジョンにおいて光を電気に変換するフォトディテクタの性能は極めて重要です。業界全体を牽引する同社にとって TDK のスピンフォトディテクタのような革新的光センサー技術は見逃せない存在なのです。将来さらに高速、省電力、耐環境性が求められる場面ではスピンフォトディテクタ的なアプローチが有力候補になるかもしれません。アイオンで掲げる低消費電力で高帯域なデバイスという目標に合致する可能性があるからです。例えば同社が運営する大規模データセンター間の通信や将来のスイッチング装置にスピンフォトディテクタが採用されればトラフィック爆発に対応しつつ省エネを達成できるでしょう。同社は今後も国内外のパートナーと協力しながら光技術を推進していくはずですが、その中で国内企業である TDK の技術をどう取り入れるかも注目ポイントです。日本初のスピンフォトディテクタが同社のアイオン実現に一役買う日が来るかもしれません。いかがでしたか？今回は TDK が開発した新素材光変換素子スピンフォトディテクターについて、その誕生の背景から技術的な仕組み、そして関連企業まで詳しくご紹介しました。従来の常識を打ち破る発想でデータ通信の高速化や省エネ、さらには宇宙や医療への応用まで、実にスケールの大きな可能性を感じていただけたかと思います。現代の私たちの生活は目に見えない最先端の電子部品によって支えられています。スピンフォトディテクタも一見地味なデバイスかもしれませんが、そのインパクトは計り知れません。もしこの技術が本格的に実用化されれば、インターネットの通信速度も飛躍的に向上し、データセンターの電力消費も劇的に下がって地球環境に優しくなるなど、私たちの社会に大きな恩恵をもたらすはずです。まさに縁の下の力持ちとして未来を支える黒子役になるかもしれません。技術の世界は日進月歩で、今日の研究成果が明日の当たり前を作り出します。スピンフォトディテクタもこれから研究開発がさらに進めば、より高感度により扱いやすく改良されていくはずです。数年後、気づけば当たり前のようにデータセンターや端末に組み込まれているかもしれませんね。光、影子、磁気の融合という新領域は、いわばこれから大人になっていく成長期の技術です。皆さんもぜひこの成長を見守り応援してみてください。もしかすると思いもよらないようなブレイクスルーや新製品が飛び出してくるかもしれません。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。